こんにちは、体育の本です。今日は皆さんとスポーツ流体力学について少しお話ししたいと思います。まずスポーツと流体との関係ですが、例えばスポーツボールではボール周りの空気の流れ変化によってボール軌道が変わることや、スキー、サイクルなどの競技では流体力学を応用した低抵抗ウェアの研究が進んでいることで、かなり緊密な関係があるかと思います。つまりスピードを求めるスポーツでは必ず流体、空気抵抗が大きく関係していると言えます。このような流体力学の成果はスポーツ現場での新しいコーチング方法や新たなスポーツ用具の開発にもつながっています。特に最近スポーツ流体研究ではご覧のようにスポーツボールや自転車などについて風洞実験による空力特性の検討やシミュレーションによる可視化実験から選手周りの空気流れを検討することで選手のパフォーマンス向上に大きく貢献しています。その中で今日は皆さんにサッカーボールの特徴についてお話ししたいと思います。この映像は実際の風洞実験の様子になります。ご覧のように計測したいサッカーボールをフードの前に置いて風を流し、ボールが風から受ける力を測るシステムになります。今日はこの風洞実験から得られたデータをもとに皆さんとお話ししたいと思います。説明する前にまずサッカーボールについてお話ししましょう。ご存知かと思いますが、最近サッカーボールには大きな変化がありました。特にボール表面を構成するパネルの形が大きく変わりました。昔のサッカーボールはバレーボールのような模様でしたが、1970年メキシコワールドカップから私たちがよく知っている五角形と六角形パネル32枚のサッカーボールが登場し、現在まで使っています。しかし、FIFA ワールドカップでは2006年ドイツ大会から公式球の形が大きく変わって、特にパネルの数が32枚から14枚、8枚、6枚へ減少しています。ですので、このようなサッカーボールのパネル数の変化が今現在のサッカーボールの大きな進化であると考えられます。また2つ目の進化としては、従来のサッカーボールにはなかったことで、最近のサッカーボールにはよく見られる小さな表面突起になります。2008年ユーロカップからボール表面に凸凹のような突起が投入されて、今は三角形、四角形、六角形、そしてティンプル形状などさまざまな突起があるサッカーボールがよく見られます。しかしこのようなサッカーボールの進化がプレイヤー、特に選手のパフォーマンスにどのような影響を与えるかについてはまだわからない人が多いんです。ですので今日はこの点について皆さんに説明したいと思います。さっき話したサッカーボールの特徴をまとめてみると、サッカーボールのパネル数が減少していること、またボール表面形状が変化していることです。今日のテーマが現代サッカーボールの空力特性なので、これら2つの特徴が実際サッカーボールの軌道へどのような影響を与えるかについてお話ししたいと思います。具体的にはデータを使って検討する必要があるので、今日は筑波大にある風洞実験からのデータとキックロボットからのデータをもとに皆さんとお話ししましょう。まず風洞実験について簡単に説明すると、この風洞は最大風速約200キロまで計測できるシステムで、ご覧のように3つの方向に対してボールに働く空気抵抗がどのぐらいか計測できます。風は画面の左から出て右へ流れます。その時風から受ける力を進行方向に対しての抗力と上下方向に対しての揚力、そして左右方向への力になる横力として計測します。特に抗力はボールの飛距離に大きな影響を与える力で、簡単に言えば後ろから引っ張るような力になります。また揚力と横力は無回転シュートの時急に軌道が変わるプレー球に大きく関係する力にもなります。
今回は現代サッカーボールの空力特性について検討するため、画面にあるようにパネル形状が異なるサッカーボールを5種類用意しました。各サッカーボールには2つのパネル向きを設定して、ボールの位置変化によって空気抵抗がどのように変化するかを検討しました。これはサッカー経験がある人はよくわかるかと思いますが、ボールの置く位置によってボール軌道が変わると言われ、それを信じる選手もいます。もちろんテレビでもよく見られることですが、これは本当に効果があるかについてはまだわからない人が多いんです。それで今日はこのパネル位置関係の効果を究明するために、各サッカーボールの向きを2つずつ設定しました。また先お話ししたパネル数の変化からの影響も確認するので、6枚、32枚、8枚、14枚のサッカーボールの空力特性を計測してみました。風洞実験からの結果はご覧のように大量の数字としてのデータが得られます。左から計測した際の風速、その風速での空気力が x、y、z の3軸方向に対して出ます。また各方向へのモーメントと空気力係数、モーメント係数などのデータが得られます。今日はこのデータの中から空気力と空気力係数を中心にお話しします。まず空気力は抗力、横力、揚力になります。また3軸方向への空気力係数は抗力係数、横力係数、揚力係数になります。ここで係数というのは、例えば抗力係数は流体環境での抵抗を定量化するため使う無次元数で、簡単に言えば抗力係数が低いほど対象になる物体の流体力学的な抗力が小さくなることになります。また一番左にあるレイノルズ数というのは、流体の密度や風速、長さを流体の粘性係数での比で得られる無次元数になります。では今日はこれらのデータを中心に説明します。まずこの数字を見やすくするためにグラフ化してみるとご覧のようになります。このグラフは各サッカーボールの抗力係数を示したもので、抗力は先ほど説明しましたが、ボールの進行方向に対して後ろから引っ張るような力になります。ですのでこの抗力はボールの飛距離に大きな影響を与える力にもなります。ご覧のように抗力はサッカーボールの種類によって大きく変わるのがわかります。そしてグラフ B と C のように同じサッカーボールでもそのパネル向きによって抗力が変わるサッカーボールもあります。ですので抗力に影響を及ぼす要因としてはパネルの数が重要ですが、パネルの向きも重要な要因になるかと思います。そしてグラフにある矢印は臨界エネルスを示していますが、この臨界エネルスはボールの周りの空気流れが総流から内流へ移動するポイントで、球の空気力を検討する際に最も重要な要因になります。この臨界エネルスを見ると、ボールの種類によってそのポイントが変わることが確認でき、サッカーボールの抗力はボールの種類やそのパネル向きによって大きく変わることが分かりました。結果的にこのデータからサッカーボールのパネル位置、つまり置く位置によってボールの軌道が変わると予測できます。ですので先ほど皆さんにお話ししたプリキックサインにはサッカーボールの向きをちゃんと確認してからキックすることは間違いなく効果的な方法になります。また次のグラフは揚力と翼力の標準連鎖を散布図で示したものになります。上の青い部分が風速20メーターの時の結果で、下の赤い部分が風速30メーターの時の力変化になります。当然ですが、風速が20から30へ増加することで、ボールに働く揚力と横力の値も大きくなります。特にここで注目すべきところは2010年南アフリカワールドカップの公式球であったチャブラニボールです。グラフ E と F、そして F の位置で示したチャブラニの場合、その値が他のボールに比べて大きく振動しています。
この意味はこのボールが飛翔する際に他のボールより大きな空気抵抗を受けて不安定になりブレる可能性が高くなると予測できるデータになります。またこのボールを使った2010年同時試合でも実際よくブレ球が見られましたので、そのブレる理由の一つとしてこのデータから説明できるかと思います。今までは風洞実験から得られたデータをもとにボールの飛翔軌道を予測してみましたが、実際のサッカーボールの軌道はどうなるかを見る必要があります。それでご覧のように各サッカーボールをキックロボットから打ち上げてサッカーボールの軌道を検討してみました。特に今回データとして使ったのは亀の奥側にあるゴールネットにサッカーボールが当たったところを着弾点として計測して他のボールと比較ということで各サッカーボールの軌道を検討してみました。すべてのサッカーボールの初速度は 30m/s でおよそ100キロになります。またボールの回転数は2回転未満のほぼ無回転系に設定しました。また風洞実験の結果と比較するため風洞実験と同じく各サッカーボールには2つのパネル向きを設定して同様に計測を行いました。各サッカーボールには20回ずつ打ち上げて総計200回を高速カメラで撮影し着弾点を中心にデータ分析をしてみました。カメラから撮った結果をまとめてみるとご覧のように着弾点はボールの種類によってそれからボールのパネル向きによって大きく変わることがわかります。特に2014年のブラジカと32枚の一般的なサッカーボールの軌道は安定していましたが、他の3つのサッカーボールはパネル向きによって着弾点の結果が大きく変わる傾向が見られました。また風洞実験でも確認したんですが、同じく32枚パネルのサッカーボールでもパネルの形が独特なカップ差と広角形と六角形で作られた一般的なサッカーボールの軌道が大きく変わったことから、サッカーボールの軌道に及ぼす要因としてはパネル数よりはパネルの形とその向きがより重要なポイントになるかと思います。ここまでのデータから私たちはパネルの数とその向きがボールの軌道を変えるのを分かりました。でもどうしてパネルの向きがサッカーボールの軌道に影響を与えるかはよくわからないんです。そこでこれを解明するために PIV という可視化実験を行いました。PIV というのはフードの前にサッカーボールを置いてフードの奥側から細かい粒子を流しボール表面の空気流れをこの粒子の動きで観察する可視化方法の一つになります。この可視化実験からさまざまなパネル向きについて比較検討してみました。今日はその中で4つのパターン、つまり4つの向きについて説明したいと思います。まず風は左から出て右へ吹いています。下の黒くて丸いのがサッカーボールで、その周りの空気の流れを緑色の速度ベクトルで示しています。例えばクラップ A のようにサッカーボールの表面に縫い目が2つあって、その間隔が広い時は剥離が約120度で起こっています。ここで剥離というのは空気の流れが物体から離れる視点で空力に大きな影響を与える重要なポイントになります。また B のように剥離が起こる時点に縫い目が来ると、その縫い目の影響で剥離が少し後ろへ移動することが見られました。そして面白いのは同じく2つの縫い目でもその間隔が狭い時クラップ C になりますが、剥離がより後ろへ移動することがわかります。これはボール表面に流れる空気が前と後ろの縫い目の影響で離れなく再付着し、次の2番目の縫い目の付近で完全に離れるからです。さらにボール表面に3つの縫い目がある場合、縫い目の位置関係の影響でボール周りの空気が離れず再付着し、最終的に3番目の縫い目の付近で完全に剥離していることが分かりました。これはサッカーボールのパネル向き、つまりボールの置く位置によってボール周りの空気流れが変わり、結果的にボールの軌道が変わると推測できます。
ということで最初にお話しした現代サッカーボールの特徴であったパネル荷重の検証がボール軌道への影響はあると言えます。また2つ目の表面形状についてお話しします。ボール表面形状の影響を検討するためにご覧のようにパネル荷重を32枚、12枚、6枚に設定すると同時にボール表面にティンプルありのタイプとティンプルなしのタイプに分けて計6種類のサッカーボールを作って風洞実験を行いました。このすべてのボールは同じ革と同じ縫い目で作ったので表面形状以外はすべて同じ条件になります。このグラフは6種類のサッカーボールにおける効力係数になります。前のスライドでも説明しましたが、効力はボールの飛距離に大きく関与する力になります。グラフ A は32枚の結果を、グラフ B は12枚、C は6枚のサッカーボールの効力係数を示しています。また実線はティンプルありのタイプで、破線はティンプルなしのタイプの結果になります。グラフをよく見ると分かりますが、効力係数のデータはティンプルあり、なしで大きく変わっています。特に中間スピード区間、約10から20メーターの区間ではティンプルありのタイプのサッカーボールの方が効力、つまり空気抵抗が低いです。しかし20メーター以上の高速区間ではティンプルなしサッカーボールの方が低い空気抵抗を見せています。これは最初お話ししたように効力がボールの飛距離に大きく関与することでティンプルありのサッカーボールは中間スピード区間、つまりパスやロンキックなどでボールの飛距離が伸びる可能性があると推測できます。また強いシュートなどで使う高速区間ではティンプルなしのサッカーボールがより飛ぶ可能性があると予測できます。また今の効力係数データからボールの飛距離についてシミュレーションしてみると、例えば初速度が30メーターで発射角度が30度の時、これはゴールキーパーからのゴールキックのような場面になりますが、例えば12枚のサッカーボールの場合、ティンプルなしタイプの方が約6メーター程度より遠く飛ぶような結果になりました。またもう一つ、今のデータから初速度が30メーター、発射角度が18度というフリーキックのような場面をシミュレーションしてみると、例えば12枚のサッカーボールの場合、ボールがゴールネットに当たる着弾点がティンプルなしタイプがティンプルありタイプより約 0.4 メーター、40センチぐらい高い結果が予測できました。サッカーボールの直径が22センチですので、40センチというのは約ボール2個分になります。これはキーパーに対して結構大きな差になるかと思います。結果的に言うと、ボール表面にあるティンプルユムが実際ボールの軌道に大きな影響を与えると考えられます。また先のグラフではボール表面にティンプル形状を入れてその効果を検討してみましたが、今回はティンプルだけじゃなくて四角形とか三角形、六角形などの他の形をボールに入れて検討してみました。右の結果を見ると先ほどのティンプルのような極端的な違いはないんですが、ボール表面形状によって少し差が見られました。例えば六角形のサッカーボールの場合、強烈なシュートなどで使える高速レンジで大きな空気抵抗が見られました。逆に四角形入れのサッカーボールでは中間と高速レンジで最も低い値が見られました。これは同様なパネル形でもボール表面形状によってボールに当たる空気力が変わると予測できます。こういうことで現代サッカーボールの2つ目の特徴であった表面形状の変化がボール軌道への影響はあると言えます。今日は皆さんに現代サッカーボールの空力特性について少しお話ししました。まとめてみると、サッカーボールの空力と飛翔軌道のデータから現代サッカーボールの空力特性を決定する要因としては、パネル数とその向き、また向き変化による縫い目の位置関係、そしてボール表面の突起などの異常がありました。これからワールドカップをはじめ様々な大会では今世の中にない
新しいサッカーボールが登場するかと思います。また実際クラウドで今日のデータを考えて試しても良いかと思います。またテレビで試合を見る機会があればボール軌道などをボールの形や向きなどを見て予測してみることも楽しいかと思います。ということで現代サッカーボールの空力特性に関するデータサイエンスの講義はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。